皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日はですね、京都のマイナー観光地に行ってみようの企画です。はい。最近ね、紅葉もあって結構有名なね、清水寺とか、嵐山とか有名な観光地ばっかり撮影に行ってました。でもね、それだとみんなが知ってる京都しか知れないじゃないですか。なんでもうそれはね、ザ京都っていう以上は皆さんにマイナーな観光地も知ってほしいという思いでこのチャンネル始めましたので、そのね原点に帰りまして、今日は本当にマイナーな観光地に来ています。知る人ぞ知るみたいな観光地ですね。それはですね、船岡山、そして建勲神社です。はい、船岡山、もう全く聞いたこともない方ばかりなんじゃないでしょうか。本当にね、船岡山、山っていうぐらいなんで山なんですよ。ただ山なんですけど、本当にこんな普通の場所に急に山が現れます。こんな感じの普通の場所なんですよ。普通の場所に急に山が現れると、こんな感じですね。こんな感じで急に山が現れるんです。本当になんかね、実を言うと僕はこの辺で育ちまして、だからめちゃくちゃこの辺には詳しいんですけど、もうね、若い頃はここでなんかお祭りとかもやってましたし、ここにはよく来てましたよ、本当に。このね、まず船岡山っていうのは、ほんまに山で、てっぺんからまず景色がすごい良くて、なんか大文字、京都には大文字っていうね、有名なイベントがあるんですけど、その大文字もね、結構この山から見えたりします。なんで大文字の時期になると、皆さんここからね、この山を登って、大文字を見ると。ただね、ここの山、山って言うんですけど、正直そんな大した山じゃないです。もうね、10分15分で登れるような山です。で、山の中にはね、公園が併設されていて、滑り台とかね、砂場とか、そういうのもあるんで、この地域にね住む方の憩いの場になってます。こんな感じでね、公園になってるんですよ。で、なんかこの公園を使って地域のねお祭りがやってたりもします。で、なんかこの船岡山もね、なんか最近すごくなんか先進的な試みじゃないんですけど、普通にループとかね、電動自転車、レンタルの電動自転車とかも置いてあって、なんかここを拠点にどっかなんか京都市内をね走り回ったりとかもできると。何を目指しているのかちょっと僕には分かんないんですけど、そんな場所になってます。で、結構下の方には公園がありまして、でもなんか綺麗なツツジですかね、残ってますね。そうそう、ほんまになんもない山なんですけど、結構ね、この上からの景色がすごい良くて、京都市を一望できるんですよね。船岡山は、京都市北区に位置するんですけど、京都市北区っていうのは結構京都市の中でも高さがねちょっと高いところにあるんですよ。だから結構ね、この山、標高としては大したことないんですけど、そもそもね京都市北区がちょっと盛り上がったところにあるんで、そういうのもあって結構ここからの景色はすごいいいです。こっちも景色良さそうだな。
あ、いいですね。こっちは東側ですかね。で最後にちょっと行こうと思ってるのが、南向きの方になるんですけど、皆さんいかがでしょうか。結構景色良くないですか。こんななんか景色がいいとこやのに全然誰もいないですからね。もうここはもう本当にマイナーな場所なんではないでしょうか。で建勲神社がこの本当にちょうどこの下ぐらいかなに確かあって、で建勲神社の説明をちょっとね軽くさせてもらうと、織田信長をね、神様として祀ってる神社です。創建されたのが1860年か70年かそこらで、実はその神社の中では歴史は浅いものになります。なんか神社といえばね、300年400年ないしは1000年2000年の歴史があるみたいな、ちょっと想像しがちですけど、もうこのね建勲神社はそんなに歴史がないと、150年ぐらいですかね。歴史は浅い神社になってます。それは当然ですよ。織田信長を神様として祀ってるわけですから。なんか天皇が建てたんですかね。天皇が織田信長を神様として創建したみたいな、そんな話だったと思います。僕はね若い頃ねここでよく肝試ししましたよ。夏にねみんなで集まって肝試ししました。で夏の終わりにはね大文字があって、大文字をみんなで見て、そんなね僕の人生の中でも結構ね記憶に残る重要な場所です。さあてっぺんが見えてきました。本当に10分もかからないですね、てっぺんまで。ここが頂上ですね。マイナーですね。誰もいない。もう地元の人しかいないですよ。本当。超マイナー観光地。そう言ってもいいんじゃないでしょうか。謎の塔があります。これ僕小さい頃からずっと気になってるんですけど、昔トイレやったんですかね。謎の塔なんですよね。ほんまに。でここがね景色がいい場所です。これは京都市の南向きですね。ちょっと皆さん逆光で太陽があって見えづらいかもしれないんですけど、なんかもっと景色がいいとこあったはずなんですけど、僕が小さい頃に比べてすごい木々が成長して見えなくなってる気がする。こっちの方かな。こっちの方とか結構見えそう。さあ皆さんいかがでしょうか。本当にマイナーな観光地です。京都に初めて来る方にはおすすめできませんね。京都に来るのがもう3回目4回目とかで、もう有名な場所は行き尽くしたよと、でも京都がもっといろんな京都が見てみたいと、そういう方にはおすすめなんじゃないでしょうか。ここから見れる、山とかねお寺が書いてありますね。仁和寺とか、それこそ北野天満宮当時も見れるみたいですね。確かに京都タワー見えますわ。ちょっと皆さん分かりづらいかもしれないんですけど、分かりますかね。これ京都タワー見えますか皆さん。確かに見える京都タワー。ちょっとあんま見えなかったと思うんですけど、
うん、伏見稲荷も見えるみたいですね。いや本当にいいですよ。もうね、僕が中学生の頃は本当にどうしても中学校に行きたくなかった時があった時は本当に中学サボってここに来てましたよ。ダメですよ、そんなことしちゃダメなんですけど、どうしても行きたくない時はここでサボってましたね、親に内緒で。さあ、そんなこんなでこれが船岡山です。で、船岡山と建勲神社がなんでこの動画にね一本にまとめられてるかというと、船岡山の真横にあるのが建勲神社なんですね。なんでちょっと今日は今からね建勲神社の方に伺ってみたいと思います。なんか建勲神社はなんか最近その織田信長がなんか神様として祀られてるからかわかんないんですけど、なんかアニメのね刀剣乱舞っていうのとなんかコラボして何かイベントをしたりとかしてて、なんか一時すごいそのファンの子たちが建勲神社に押し寄せていた記憶があります。うわ、これどっちやろ、右か左か。いやでもね、多分このオレンジ色のがあるんでこっちやと思うんですよね。本当にね、船岡山はなんか僕こういう場所で育ったがゆえに、一度ね、実は僕東京に半年か1年ぐらいか移住したことがあって、でもやっぱ無理でしたね。やっぱもう僕ってこういう自然の多いところで育ってきたんで、本当にちょっと都会に行った時に川の水が汚かったりとか自然が少なかったりとかで、結構やっぱ僕には都会むずいなと思って京都にまた戻ってきました。今はねそれで良かったのかなと思ってます。やっぱり東京は人も多いし満員電車ばっかりだし、なんか住む場所ではないなっていうのがすごい思っちゃいました。ちょっとごめんなさい、東京の方いたら申し訳ないんですけど、僕みたいなお金のない人間がね東京に行っちゃうともうタクシーとか乗れないですから、やっぱり満員電車も毎朝ね8時出社とか9時出社とかのやっぱそういう時間帯になるともう通勤ラッシュの電車がすごくて、もうそれが耐えられなかったんですよ。僕はもっとね心強く持てたらよかったんですけど、僕には無理でした。こっからの景色もいいですよ。皆さんいかがですか？いいですね。いや、さっきの話戻るんですけど、東京の方を決してけなしてるわけじゃないんですよ。僕はねこういう本当に自然の多いところで育ったがゆえに、都心のなんかハイテクな感じがちょっと体にも合わなかったりとかして体調壊しちゃったんですよね。という話をしていたら建勲神社ですね。建勲神社、これはなんかね最近船岡山だ。これはなんか最近建勲神社が新しくなりまして、そうなんです。平成30年8月って書いてありますね。ここに見えますかね。平成30年8月なので、何年前だ、6、7年前ですかねに新しくなったんですよ。僕がだから子供の頃はあんな綺麗な道もなくて、結構階段をただひたすらに登るだけやったんですけど、建勲神社結構綺麗になりまして、でもいいですね。この階段の隅に落ちてるもみじ、綺麗な真っ赤なもみじがすごいいいな。階段登って後ろ振り向いてもやっぱ綺麗ですね。こっちは東向きかな、東向きだと思います。どうなんだろう、西向きな南向きな気もしますけど、なんかすごいエネルギーを感じる祠を発見しました。なんだろうこ
船岡妙見社、ちょっとよくわかんないですけど、何かアニメ呪術廻戦で出てきそうな祠ですね。さあさあ、そんな話をしていましたら建勲神社に到着しました。本当に船岡山からすぐ真横にあるんで簡単に来ることができます。すごくこの建物とか伝統的な雰囲気がすごくします。ちょっと松が邪魔であんまり見えないですけど、すごい。ちょっとお祈りを一礼をさせてもらってちょっと入らせてもらいましょう。一礼をするのが正しいかどうかは僕は分かりませんが、一応ねしときましょう。この建勲神社もお正月に向けていろいろきれいに掃除されて準備してはりますね。なんかやっぱ落ち着きますね。ここ景色もいいし、なんか風通しもいいのか、すごい綺麗な風が、自然が周りにあるからかわかんないですけど綺麗な風が吹いてます。ちなみに僕は最終学歴大学卒なんですけど、大学受験の前にここにお賽銭を投げに来た記憶があります。織田信長はね、勝負に強い人やったんですよ。なんかみんなが取らないような作戦を立てて、みんなが刀で戦ってる中初めて火縄銃で戦った方なんですけど、やっぱり勝負に強いということで僕は織田信長を尊敬してまして、そのね織田信長にお祈りをして受験に挑んだところ、無事ね大学に合格することができて、ちょっと親にはいっぱいお金払わせてしまって迷惑かけてしまったんですけど、大学に行くことができました。ちょっと意味が分かんないんですけど、加点のうちを比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび生を得て滅せぬもののあるべきか。桶狭間の合戦出陣に際し織田信長公が回れた熱盛の一節みたいです。やっぱり織田信長がすごい祀られてますね。本当神のように。めっちゃ良くないですか、この景色。この鳥居と鳥居の奥にあるこの京都市を眺めることができるこの場所、すごくいいですよね。未だにこうやって地元に戻ってくるたびに本当にいい場所で育ったんだなと思います。いや本当にマイナーな観光地ですよね。誰ももうほんまに今のところ人3、4人しか見つけてないです。勝負事の前はね、ぜひ建勲神社に皆さんいらしてください。じゃあ最後、建勲神社はですね、船岡山を経由して今回来たんですけど、建勲神社の、ちゃんと参道というかね、出入り口もあります。
最後にねそこからこっちじゃないかな、それこっちだ。最後にそこから出てこの動画を終わりたいと思います。もう2024年のもう今12月の27日かな、27日か26日か金曜日なんですけど、もう終わりますね。2024年もなんか寂しい。またでも2025年が始まろうとしています。今年は皆さんいかがでしたか？いろんなことがありましたが、世の中的にはコロナからも完全復帰して結構人流とかいうかね、人の流れも元に戻ったんじゃないでしょうか。飲食店さんとかもね活気を取り戻している気がします。観光客の方も増えて日本としてはいい1年だったんじゃないでしょうか。ただね、観光客の方が増えたのもあったりとかするんですけど、それをねちょっと逆手に取ったちょっとね日本人が絶対行かないような観光客目当てのビジネスがたくさん生まれた年でもあったと思います。今錦市場とかね行くと本当にぼったくりと言わざるを得ないようなビジネスがたくさんお店を構えています。海外の方はぜひ日本に来られるときそういうのを気をつけてくださいね。さっきすれ違った方は多分観光客の方やったんじゃないでしょうか。やっぱ観光客も知ってる人は知ってるんですね。海外の方でしたし、うわ綺麗なもみじがまた残ってますよ。綺麗なまま。これちなみに周りは桜ですね。春になるとすごい綺麗になります。今もう枝だけになっちゃってますけど、こんな立派な出入り口じゃなかったんですけどね、僕が小さい頃は。でも本当にこうやって地元の儲かってるんですかね、わかんないですけど、こうやって地元のね自社仏閣がしっかり残ってくれることは僕としてはとても嬉しいです。やっぱり最近ね修繕工事が行えない自社仏閣が増えてますから、そういうところを救いたいっていう思いでもこのチャンネルやってますんで、当分はね春の時期になるまでは皆さんこういったねマイナーな観光地をご紹介するようなチャンネルにしていきたいと思いますんで、引き続き皆様よろしくお願いいたします。というところで今日の動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントも動画作りの励みになりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。コメントをする際はねぜひ母国語でしてみてください。英語でも中国語でも日本語でも何の言語でも構いません。すべてね目を通してコメントを返させていただきますんで、ぜひぜひ母国語でコメントをしてください。というところで今日の動画はこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。というところで次は、大徳寺の撮影に行ってきたいと思います。それでは皆さんさようなら、バイバーイ。